奉天の街路を占拠する日本兵の一枚の写真。AI で当時の色を再現してみる。1931年、昭和6年、9月18日、午後10時20分、奉天郊外の龍城湖で小さな爆発が起きた。南満州鉄道の線路のわずかな破損。直後に急行列車が何事もなく通過したほどだった。だがこの小さな爆発が15年戦争の引き金を引いた。関東軍は発表した。張学良の東北軍による破壊工作であると。その夜のうちに北大営への攻撃が始まった。翌日までに関東軍は信陽、長春、栄光を占領した。わずか1万余の関東軍が20万の中国軍を蹴散らした。事件の首謀者は関東軍の石原幹二と板垣清志郎。そして爆発は関東軍自身の自作自演だった。満州事変。3年前の張作、林爆殺事件から続く関東軍の謀略の系譜。15年戦争の始まりから満州国、建国、国際、連盟脱退までの物語をお伝えします。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。満州の大地を走る南満州鉄道の列車。 AI で色を入れてみる。後期の大きな機関車が堂々と進んでいく。話は日露戦争に遡る。1905年、日露戦争に勝利した日本はポーツマス条約を結んだ。旅順から長春までの鉄道の租借権、関東州の租借権、炭鉱の採掘権、満州における権益を手にした。その鉄道が南満州鉄道、通称満鉄。鉄道を守るために置かれたのが関東軍だった。満州に日本人が暮らし、鉄道で物資が運ばれた。だが清朝が滅び、中華民国が成立すると、満州は動乱に巻き込まれていく。中国の民族主義が高まり、日本の権益は不安定化していった。張作霖、奉天軍閥の首領だ。 AI でカラーにしてみる。満州全土を支配した時代の覇者の姿。中華民国陸海軍大元帥を自ら宣言した男。奉天、現在の信陽を拠点に東山省を支配した。日本は1916年頃から張作霖を支援していた。彼を通じて満州の治安を維持する方針だった。だが張は満州にとどまらず華北へ進出した。中原を含む大陸統一を目論むようになる。そんな張作霖が1928年6月、運命の北京脱出を行うことになる。1928年、昭和3年6月4日未明、奉天郊外新民屯近くの鉄道橋、張作霖を乗せた特別列車が爆破された。午前5時23分、張作霖は車体ごと吹き飛ばされた。奉天の手前、わずか1キロの地点だった。蒋介石の北伐軍に押され、北京を捨てて故郷の満州へ戻る道中だった。大陸統一の野望はここで潰れた。そして爆発の瞬間、張作霖の命も尽きた。満州事変の3年前、この事件で関東軍と張作霖の関係は完全に断たれた。そして満州は軍閥なき混乱の時代に入る。事件の真相は、長い間関東軍高級参謀河本大作の謀略とされてきた。東京裁判での田中孝一の証言、戦後文藝春秋に発表された河本大作名義の手記、それらが河本大作の自作自演を裏付けていた。工兵第20大隊の中隊長大賀茂隊、小隊長稲原中尉、彼らに爆破を実行させたと川本自身が語っていた。だが近年
別の説が浮上している。ロシア人歴史家ドミトリー・プロホロフ、旧ソ連の諜報機関コミンテルンの関与を主張した。日本の犯行に見せかけたソ連工作員の仕業だと著書マオの中でジョン・ハリデーもこの説を取り上げた。真相は今も闇の中にある。だが確かなのはこの事件が満州事変への伏線となったことだ。超学寮 AI で色をつけてみる。爆殺された張作霖の息子、父の死後わずか27歳で奉天軍閥の後を継いだ。アヘン中毒に苦しみ、若き日は放蕩の噂もあった。だが彼は父の死を乗り越え満州の支配者となった。そして父を殺した日本に対する決定的な決断を下す。それが易子、旗を青天白日記に変える蒋介石の国民政府との合流だった。張学良と奉天軍閥の幹部たち、 AI で当時の色を再現してみる。中央が張学良、周囲には軍閥の有力な部下たちが並ぶ。父の代から仕えた古参の将校、そして張学良が登用した新世代の将校たち、彼らが東北軍を構成していた。20万を超える兵力、戦車、航空機、重火器を備えた当時の中国軍として最強の部隊だった。だがこの東北軍は満州事変の夜、戦わずして崩壊する。張学良が抗戦せずに撤退するよう命じたからだ。学んで映る若き張学良と蒋介石。 AI で色を入れてみる。左が張学良、右が国民政府の総帥蒋介石だ。父を関東軍に殺された張学良は蒋介石に接近した。1928年12月29日、易子、満州の旗を国民政府の青天白日記に変えた。満州と中原は一つになった。日本が手塩にかけた満州政策は崩れた。張学良は日本に敵対する姿勢を強めた。南満州鉄道に並行する鉄道を敷設、満鉄の経営を圧迫した。日本人や朝鮮人の小作人から土地を取り上げた。満州各地で反日運動が激化していった。関東軍の中で武力による解決を求める声が次第に大きくなっていく。軍服姿の若き石原幹事、 AI で色をつけてみる。陸軍士官学校時代の一枚だ。1889年明治22年、山形県鶴岡の生まれ、陸軍士官学校第21期。陸軍大学校では恩師の軍刀を授かるほどの秀才だった。ドイツへの留学経験もある。クラウゼビッツの戦争論を読み込み、日蓮宗に深く帰依した。戦争は宗教的な意味を持つ最後の決戦である。そう信じる独特の思想家の卵がここにいた。やがて彼は関東軍作戦参謀として満州に赴任する。軍服姿の石原幹事、 AI で80年前の色を蘇らせてみる。関東軍作戦参謀中佐、満州事変の首謀者の一人だ。石原はある思想に取り憑かれていた。世界祭終戦論。いずれ日本とアメリカが世界の覇権をかけて戦う時が来る。その決戦に備えるためには満州の資源が必要だ。石油、石炭、鉄。内地の人口増加と不況を解決するためにも満州を日本のものにすべきだ。石原はそう考えた。1931年春、石原は関東軍幕僚と共に動き始めた。龍城湖での鉄道爆破計画を練り上げていった。自作自演で事件を起こし、それを口実に満州全土を制圧する。練り上げられた周到な謀略だった。石原幹事の別の肖像写真、 AI でカラーにしてみる。直接カメラを見据える独特の眼差し。短気で傲慢で毒舌家。軍内でも敵が多かった。だがその天才的な作戦立案能力を
誰もが認めざるを得なかった。石原は満州事変について後にこう語っている。私は満州事変を起こした責任者である。だがそれが日本を滅ぼすことになるとは想像もしなかったと。満州事変の成功がその生んだその種を石原自身がまいていた。歴史の皮肉がこの男の生涯に重く影を落とすことになる。大佐時代の板垣清志郎。 AI で色をつけてみる。関東軍高級参謀石原幹二と共に満州事変を仕組んだ男だ。板垣は河本大作の後任として法典に赴任した。長作林爆殺事件の後始末を引き継いだ。石原が構想を描き、板垣が実行の段取りを整えた。1931年夏、板垣は東京に出張した。参謀本部の同志一隻会の面々と密かにあった。軍中央の一部はすでに満州領有の方針を決めていた。一隻会は関東軍の決起を暗に後押しした。作戦は練られた。爆発の場所、時間、口実、鉄道破壊を長学両軍のせいにする証拠まで用意された。あとは引き金を引くだけだった。板垣清志郎の別の肖像。 AI で当時の色を再現してみる。精悍な顔立ちと揺るぎない眼光。板垣は決断の人だった。1931年9月18日の夜、関東軍司令官は本庄茂。爆破直後、司令官の許可を得る前に板垣は独自に国大営への攻撃を発令した。司令官は事後承認するしかなかった。軍の階級制度を現場の決断が突き破った瞬間、このやり方が後の日本軍の独走を象徴することになる。板垣は戦後に処刑される。永久戦犯として絞首刑。満州事変の功績で出世した男の最後だった。二人の男が並んで写っている。 AI でカラーにしてみる。左が中村慎太郎対参謀本部の将校だった。右は案内役の旅館経営者井杉円太郎。1931年6月、中村は農業技師と偽って満蒙国境地帯を旅していた。実際には軍事地理の調査が任務だった。大興安嶺の西側総甲府付近、超学領軍の莟玉港の部隊に拘束された。所持品から軍人の身分が発覚した。中村、井杉、そして同行者2名、4人は密かに処刑された。事件は8月になって日本に伝わる。日本国内の世論は激応した。満州の治安はもはや日本の将兵を守れない。関東軍の強硬論が勢いを得ていった。万宝山事件の衝突現場。 AI で色を入れてみる。見渡す限りの満州の平原が広がる。1931年7月、長春近郊の万宝山、朝鮮人農民と中国人農民が衝突した。きっかけは岩崖用水路の工事だった。朝鮮人が土地を借り水路を掘っていた。下流の中国人農民が水が枯れると反対した。現地警察が朝鮮人を退去させようとした。朝鮮人を保護するため日本領事館警察が介入。発砲事件にまで発展した。死者こそ出なかったが朝鮮に法が伝わった。朝鮮半島各地で中国人排斥暴動が起きた。死者は100人を超えた。日中関係は引き返せない地点に近づいていた。満州はもはや一触即発だった。爆破直後の龍城湖の線路。 AI で当時の色を再現してみる。これが満州事変の発端となった現場だ。鉄道の損傷はわずかだったと記録されている。1931年9月18日午後10時20分頃、奉天郊外龍城湖の南満州鉄道線路、関東軍の戸籍大土区立守備隊河本末盛注意、その小隊が爆弾を仕掛けた。爆発はごく小規模だった。爆破直後、
現場を急行列車が何事もなく通過している。レールがわずかに曲がっただけだった。だが関東軍はこれを張学良の東北軍による破壊工作と発表した。奉天特務機関補佐官の花谷忠少佐、今田慎太郎隊、彼らが爆破工作を指揮した。石原幹二と板垣清志郎が計画を主導した。爆発は周到に練られた謀略の第一歩だった。鉄道破壊工作の図解写真。 AI で色をつけてみる。爆破地点を上から撮影した一枚だ。線路の脇に爆薬が仕掛けられた位置がはっきりとわかる。爆破を担当したのは河本末森中尉指揮官の小隊。爆薬は黄色火薬。線路の継ぎ目を狙って設置された。だが爆発の威力はわずかだった。枕木が数本飛び散り、レールの一部が曲がった。それだけだった。実際爆破直後に通過した急行列車は何事もなかったように走り抜けた。これほど小さな爆発で関東軍は満州全土への侵攻を正当化したのだ。爆破された線路の近接写真。 AI で80年以上前の色を蘇らせてみる。レールがわずかに歪み、枕木が散乱している。これが満州事変の引き金となった爆発の現場の実態だ。写真を見ればすぐにわかる。これは組織的な破壊工作には見えない。せいぜい個人がいたずらで仕掛けたような規模だ。中国軍がやるならもっと大規模に橋を落とす、線路をめくり上げる、そういう破壊だっただろう。だが関東軍はこの小さな損傷を口実にした。事件から半年後、ビットン調査団がこの現場を視察する。彼らもまたこの規模の小ささに気づくことになる。並べられているのは中国軍の帽子と小銃。 AI で色をつけてみる。関東軍が爆破の物証として提出したものだ。これらは中国兵の犯行を示す証拠だと発表された。しかし実態は全てが関東軍の自作自演だった。爆破を指揮したのは奉天特務機関補佐官の花谷忠少佐、張学良軍事顧問補佐官の今田慎太郎隊。実行したのは河本末森中尉、指揮の一小隊だった。事件の全貌は戦後の GHQ の調査で明らかになった。死亡者は板垣清志郎と石原幹二。工作の指揮は花谷忠と今田慎太郎。実行したのは河本末森中尉の正体。綿密に偽装された事件だった。だが当時の日本国民はこの発表を信じた。新聞は連日中国軍の暴挙を報じた。世論は関東軍を支持した。写っているのは北大英。 AI で色を入れてみる。龍城湖のすぐ近くにあった中国軍の兵営だ。国民革命軍約7000人が駐屯していた。9月18日午後10時40分。爆発の20分後、関東軍は北大営への攻撃を開始した。中国側の戦力は日本の7倍。だが張学良は抗戦しないよう指示していた。日本の挑発に乗るなと。張学良本人はこの時北京にいた。奉天軍の主力は頂上線以南に結集中だった。関東軍はこの空白を突いた。石原と板垣が綿密に練り上げた奇襲作戦だった。関東軍は24センチ榴弾砲を密かに奉天に運び入れていた。野戦訓練も重ねていた。戦死者は日本側2人、中国側は約300人。北大営は短時間で占領された。奉天の小西門で身構える日本兵。 AI で80年前の姿を蘇らせてみる。銃を構え城壁の陰で警戒している。9月18日深夜から19日未明にかけて関東軍は奉天市内を制圧した。信陽、長春、栄光も翌日までに占領した。東山省には20万余の中国軍が分散配置されていた。戦車、
航空機、重火器を備える大軍。だが、張学良の無抵抗指示で各地の部隊は戦わなかった。奉天特務機関長、土井原健治大佐。彼が信陽を奉天に改称し、臨時市長となった。土肥原の下で、天粕正彦元大尉が動いた。ハルビン出兵の口実を作るため、奉天市内数カ所に爆弾を投げ込んだ。さらなる攻撃の口実が作られていく。わずか1万の関東軍が満州の主要都市を次々と支配していった。奉天城内を警備する日本兵の姿。AI でカラーにしてみる。城壁の中、銃を構えた兵士たちが配置についている。占領直後の奉天、中国側の無抵抗指示により、市内はほぼ無傷で日本軍の手に落ちた。張学良は後に抗戦しなかった理由を問われた。関東軍が満州全面占領作戦を展開するとは予想もしていなかったと答えている。張にとっても世界にとっても関東軍の動きは常識外だった。在留邦人は関東軍の出動を歓迎した。満州青年連盟は武装団体を関東軍に提供した。占領地の社会インフラ業務にも積極的に協力した。9月21日、奉天で全満日本人大会が開かれた。関東軍の全満州進出を支持する決議が採択された。現地の日本人は関東軍と一体になっていた。フランス製戦車の前に立つ日本兵たち。AI で色を入れてみる。ルノー FT17。第一次世界大戦時代のフランス製の旧式戦車だ。張学良軍が保有していた装備の一つだった。関東軍はこれらを次々と接収していった。中国軍は数の上では圧倒的に優勢だった。20万以上の兵力、戦車、航空機、重火器を備えていた。だが、張学良の無抵抗指示で、それらはほとんど使われなかった。装備は、そのまま関東軍の手に落ちた。接収された戦車は、撮影の被写体となった。日本の戦果を誇示する記念写真として。中国側にとって、この装備の喪失は痛恨だった。戦わずして、大量の装備を失った。それが張学良が抱えた屈辱だった。満州事変の翌日、9月19日、朝鮮軍司令官林千十郎中将。彼は独断で混成第39旅団を満州に出動させた。天皇の許可なく国境を越えたのだ。これは軍の組織として極めて異例の事態だった。林の独断越境は後に追認された。だが、軍の独走が公然と認められた前例となった。東京の参謀本部は混乱した。不拡大方針を取っていたはずが、現場が独走している。そして政府も世論の支持を背景に追認していった。軍が政府を引きずる構図、十五年戦争の最初の典型例がここに現れていた。ラパを追走しながら街を進む関東軍の兵士たち。AI で色をつけてみる。父春に入場する第二師団の姿だ。東京の参謀本部は当初は不拡大方針をとっていた。関東軍は南満州から北満州への進出を禁じられていた。だが関東軍は次々と既成事実を作った。10月8日、石原幹事の指導で錦州爆撃が行われた。日本軍による本格的な都市爆撃の始まりだった。11月、関東軍は馬仙山率いる黒竜交渉軍との戦闘を開始。農耕で両軍が衝突した。19日、父春占領。満州の北半分まで関東軍の支配下に入った。政府と参謀本部の統制はもはや効いていなかった。関東軍の独走は東京の政府を追い詰めた。若槻礼次郎首相、民政党の内閣、重原喜十郎外相は協調外交の継続を主張した。関東軍の撤兵と外交による解決を図ろうとしていた。だが、軍の独走は止まらなかった。世論も新聞も関東軍を英雄視した。10月17日、
桜海のクーデター計画が発覚した。橋本金五郎中佐らが若槻内閣の閣僚暗殺を企てていた。10月事件。未遂に終わったが、軍の下克上の空気があらわになった。12月10日、若槻内閣は閣内不一致で総辞職した。後継は政友会の犬飼剛。重原外交はここで終わった。犬飼内閣は即日、両外政への日本軍進出を認めた。関東軍の行動は事実上追認された。1932年1月、3日、金州入城。2月、ハルビン占領。関東軍は満州全域を制圧した。関東軍は新国家建設に動き始めた。満州を日本の傀儡国家にする計画だった。その元首として白羽の矢が立った人物がいた。愛新覚羅溥儀、新朝最後の皇帝だった。辛亥革命で新朝が滅び、溥儀は紫禁城を追われていた。1925年以降、天津の日本疎開に身を寄せていた。奉天特務機関長、土井原賢治大佐。彼が溥儀と接触した。新国家の元首になることを密かに提案した。溥儀は迷った。しかし、新朝復別の夢も捨てきれなかった。1931年11月8日、第一次天津事件が発生。中国人の暴動に紛れて、溥儀は天津を奪取した。旅順へ、そして満州へ。清朝最後の皇帝は、日本の手で運ばれていった。彼自身も、その意味をまだ完全には理解していなかった。満州国失政就任式の一枚の写真。AI で当時の色を再現してみる。中央に立つのが愛新覚羅溥儀。清朝最後の皇帝が満州国の元首となった。1932年3月1日、満州国建国が宣言された。3月9日、溥儀は執政の座に就いた。首都は長春、新京と改称された。首相には張慶慶。満州の肝心有力者たちも新政権に取り込まれた。関東軍は表向き独立国家の顧問という形をとった。実態は関東軍司令官が全てを決めていた。日本人官僚が各省の次官を占めた。五族共和、王道楽土。満州国はそう謳われた。しかし実際は日本が統治する傀儡国家だった。中華民国はこれを絶対に認めなかった。国際社会も当初は冷ややかだった。新京に建てられた満州国公宮。AI でカラーにしてみる。溥儀が執務した満州国の中枢だ。1934年、満州国は帝政に移行した。溥儀は執政から皇帝となった。年号は大道から皇徳に改められた。清朝復別の夢が形の上では叶った。だが実態は違った。溥儀の行動は関東軍に監視されていた。皇帝としての権限は名目だけだった。消直の起草も管理の任免も関東軍が決めていた。溥儀は後にこう述懐している。私は関東軍の囚われ人だった。と、この宮殿は実は仮宮殿だった。本格的な航空の建設は始まっていたが、完成しないまま終戦を迎える。清朝最後の皇帝の第二の人生もまた織野の中の日々だった。満州国の儀仗兵。AI で色をつけてみる。威風堂々と整列する新国家の兵士たち。満州国軍は独立した軍隊として編成された。総兵力約20万。漢人、満州人、蒙古人、朝鮮人、多民族で構成されていた。だが指揮権は関東軍が握っていた。満州国軍の参謀には必ず日本人将校が配置された。兵器、訓練、戦術、すべてが日本軍方式だった。戦時には関東軍と一体化して動くことを前提に設計されていた。実態は関東軍の補助部隊だった。それでも五族共和の象徴として儀仗兵は内外に披露された。新国家の威信を示す重要な役目だった。
満州国の政治家たち、AI で色を入れてみる。中央に並ぶのは満州国の主要な閣僚たち。国務総理、張景景、財政部総長、湿気、外交部総長、社佐解析。満州の肝心有力者が新政権に取り込まれた。彼らは表向き満州国の運営を担っていた。だが実際の権限は限定的だった。各部の次長、つまり次官級ポストにはすべて日本人がついた。会議の議事進行も政策決定も日本人次官が握っていた。写真の彼らは傀儡政権の表舞台に立つ役者だった。それでも彼らなりに満州の発展に尽くした側面もあった。戦後ほとんどが中国共産党に処刑されるか亡命することになる。満州国の国務院。 AI で当時の色を再現してみる。新京に建てられた満州国行政の中枢だ。威風堂々たる西洋風の建物。日本人建築家宗我兼助の設計。近代的な官庁建築の傑作とされた。国務院の中で満州国の行政が動いていた。各部の総長、次長、そして関東軍の連絡官。毎日新国家の運営方針が議論されていた。戦後この建物は中国共産党の手に渡った。現在は吉林大学医学部の建物として使われている。戦争の遺物が平和の時代に再利用される。歴史の不思議な巡り合わせだ。日満議定書の署名式。 AI で色を入れてみる。清掃の肥満両国の代表が並んでいる。1932年9月15日、新京。日本政府はついに満州国を正式に承認した。署名したのは関東軍司令官の武藤信義、そして満州国国務総理鄭光初。内容は2つ。日本は満州国の治安維持に責任を負う。関東軍は満州国内に駐留し続ける。事実上満州国は日本の保護国となった。外相は内田光斎。8月の国会演説で彼はこう叫んだ。満州の国家承認に向けて我が国は一歩も引かない。国を焦土としてもこの主張を貫く。焦土演説と呼ばれた。世論は喝采を浴びせた。協調外交の時代は完全に終わった。上海に到着したリットン調査団の一行。 AI で色をつけてみる。国際連盟が満州事変の調査のために派遣した。団長はイギリスの政治家リットン伯爵。5人の委員が各国から選ばれた。イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、イタリア。1932年2月、調査団は東京に到着。3月、上海から中国入りした。そして満州へ。奉天、長春、ハルビン、チハル、龍城湖の爆破現場も実地検証した。現地では関東軍が様々な工作をした。中国人住民が日本に好意的な証言をするよう仕向けた。だがリットン団員は裏の事情を見抜いていた。匿名で日本語の手紙や陳情書が届いた。満州国は関東軍が作った傀儡だと犬養毅首相を訪問するリットン調査団。 AI で当時の色を再現してみる。首相官邸の応接までの一枚だ。犬養首相とリットン卿、そして調査団の面々。犬養は穏健派だった。満州には別個の地方政権を樹立させる。だが中華民国の枠組みは認め、日本は経済的利権にとどめる。そういう方針だった。軍の急進派と真っ向から対立していた。犬養はリットンたちとの面会で調査への協力を約束した。だが事態は急変する。1932年5月15日、海軍の青年将校たちが首相官邸を襲撃した。犬養は撃たれた。話せばわかると語りかけた首相は銃弾に倒れた。5.15事件、清東内閣の時代は終わった。リットンがあった犬養は
日本最後の政党出身首相となった。線路の脇に立つリットン調査団の委員たち、AI でカラーにしてみる鉄道の現場を自らの目で検証している。龍城湖の爆破現場、事件から半年以上が経っていた。関東軍は爆破は中国軍の仕業だと主張し続けた。調査団は関係者への聴取を重ねた。奉天、長春、ハルビン、父春、現地の在留邦人、中国人、第三国の証言、そして匿名で届く数多くの告発状。10月2日、リットン報告書が公表された。結論はこうだった。満州事変は日本の自衛行為ではない。満州国は現地住民の自発的な独立ではない。だが事変前への現状回復も現実的ではない。現地には中華民国の主権下で自治政府を置くべきだ。妥協的な内容だった。それでも日本には到底受け入れられないものだった。国際連盟の満州問題に関する会議、 AI で色を入れてみる。ジュネーブの会議場、各国代表が居並んでいる。1933年2月に14日、国際連盟総会でリットン報告書が採決された。結果は賛成42、反対1、棄権1。反対したのは日本だけだった。日本代表は松岡洋介。彼は壇上で立ち上がった。そして会場を退場した。3月27日、日本は正式に国際連盟を脱退した。この時、日本が得たものは満州国という傀儡。失ったものは国際社会での立場だった。以後、日本は孤立の道を歩む。ヒトラーのドイツもムッソリーニのイタリアもこの動きに続いた。国際連盟は大国を抑える力を失った。第一次世界大戦の反省から生まれた国際秩序が崩れ始めた。満州事変はその最初の亀裂だった。石原幹二の晩年の写真、 AI で色をつけてみる。戦後、東条英機との対立で予備役に編入された男。彼は戦後の東京裁判では戦犯指定を逃れた。満州事変の首謀者でありながら永久戦犯にはならなかった。理由は彼が日中戦争の拡大に強硬に反対したことだった。満州事変を起こした責任は私にある。だがその後の戦争拡大は私の意図ではなかった。石原はそう主張した。晩年の石原は山形県西山農場で過ごした。質素な生活の中で世界最終戦論を完成させた。1949年、結核で死去。享年60。満州事変を起こし、日本を戦争へと引きずり込んだ男。その晩年は自らが蒔いた種の重さを背負っていた。巨大な航路が並ぶ昭和成功所。 AI で80年前の色を蘇らせてみる。煙を上げる製鉄所の設備が画面を埋め尽くす。安山に建てられた満州最大の製鉄所だった。満州国の工業化は急ピッチで進められた。日本政府と満鉄が莫大な資本を投入した。鉄、石炭、アルミニウム。満州は日本の資源供給地となった。関東軍は経済政策にも深く関与した。満州重工業開発、通称満業。満州国の重工業を一手に握った国策会社だった。総裁は鮎川義介。日産コンツェルンの総帥だった。五族共和の理念のもと、中国人労働者も大量に雇用された。だが労働条件は劣悪で、賃金も民族で差別された。満州国は経済面でも日本の支配下に置かれた。石原幹二が夢見た最終戦争のための資源基地、その姿が現実のものとなっていった。新京の大通り、 AI で当時の色を再現してみる。広い街路と整然とした街並みが広がる。長春が新京と改名されたのは1932年。日本の都市計画の才を集めて近代都市が築かれた。
欧米の近代都市を参考にした壮大な設計だった。放射状に広がる大通り、大規模な緑地と広場、満鉄本社ビル、関東軍司令部、満州国、国務院、壮麗な建物が次々と建てられた。日本人移民が大量に押し寄せた。最盛期には新京だけで日本人人口が15万を超えた。百貨店、映画館、カフェ、洋食店、内地と変わらない生活がここにあった。だがその足元には中国人の貧民街も広がっていた。華やかな都市の裏側には民族間の格差が確かに存在していた。新京は満州国の夢と矛盾をそのまま体現した街だった。優先型の車体が美しい特急アジア号。 AI でカラーにしてみる。南満州鉄道の誇った最速の列車だ。1934年運行開始。大連から新京まで701キロを8時間半で走破した。当時世界最高水準の特急列車だった。最高時速130キロ。全車両冷暖房完備。展望車と食堂車、後期1435ミリの路線を爆走する姿。満州国の国威を内外に示す象徴だった。満鉄は単なる鉄道会社ではなかった。ホテル、病院、大学、製鉄所、石炭鉱。総裁は社長ではなく日本政府の代弁者だった。内地の若者たちが夢を求めて満州へ渡った。満鉄調査部には優秀な研究者が集まった。社会学者、経済学者、歴史家。満州は彼らにとって自由と理想の地だった。アジア号はその夢を運ぶ列車だった。ハルビンの北イスカヤ通り。 AI で色を入れてみる。石畳の通りを様々な民族が行き交っている。ハルビンの北イスカヤ通り。ロシア人、中国人、日本人、3つの民族の町だった。ハルビンはもともとロシアが作った町だった。東系鉄道の拠点として19世紀末に建設された。ロシア革命後、白系ロシア人が大量に亡命してきた。街並みはヨーロッパ風だった。正教会のドームが街のシンボルだった。満州国成立後は日本人が増加した。関東軍の特務機関も置かれた。ユダヤ人も多く暮らしていた。ナチスに追われた人々の避難の地でもあった。様々な民族が混在する極東の国際都市。その風景がこの写真には写っている。だがこの平和な街にもやがて戦争の影が忍び寄っていく。満州事変から日本は坂道を転げ落ちていった。1936年2月26日、226事件。陸軍青年将校たちが政府要人を襲撃した。軍の独走は止まらなくなった。1937年7月7日、盧溝橋事件。日中戦争が始まった。満州事変で大本営は関東軍の独走を追認した。その前例が盧溝橋でも繰り返された。1939年、ノモンハン事件。関東軍はソ連軍に大敗した。1万7000の日本兵が草原に散った。そして1941年12月8日、真珠湾攻撃、太平洋戦争が始まった。15年戦争。その始まりは龍城湖の小さな爆発だった。一発の爆発が日本を国際社会から孤立させた。そして数百万の命を奪う戦争へと突き進ませた。事変を起こした石原幹事は日中戦争の拡大には反対した。太平洋戦争にも最後で反対し続けた。自ら蒔いた種が予想を超えて育ってしまった。それがこの男の生涯だった。満州事変。1931年9月18日から1933年5月まで、奉天郊外の龍城湖で起きた一発の小さな爆発。それが15年戦争の始まりだった。事件の3年前、1928年、張作霖幕殺事件で関東軍は満州の支配者を消した。その3年後、
満州事変が起きた。事件を仕組んだのは、石原幹二と板垣清志郎、世界最終千丼を信じた男たちの周到な謀略だった。龍城湖の爆破は関東軍の自作自演だった。中国軍の犯行とされたが、すべてが作られていた。わずか1万の関東軍が20万の張学良軍を席巻した。張学良の無抵抗支持が悲劇を助長した。1932年3月、満州国、建国、清朝最後の皇帝、溥儀が元首に担がれた。満州国は表向き五族共和の独立国。だが実態は関東軍が全てを決める傀儡だった。1933年3月、日本は国際連盟を脱退。松岡洋介の退場が孤立の始まりだった。特急アジアが走り、新京には壮大な街並みが築かれた。だがその夢は満州の現地住民の犠牲の上にあった。事変を起こした石原幹二は晩年戦争角度拡大に反対した。自ら蒔いた種に彼自身が苦しめられることになる。先人たちの苦闘と鉄壁の上に今の日本がある。私たち日本人はこのことを忘れてはいけない。このチャンネルでは戦争の記憶を風化させないために当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しい。AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあればコメント欄で教えてください。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。満州事変についてあなたはどう思いますか？コメント欄で聞かせてください。